こんにちは、ゆちチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画配信してます。よかったらチャンネル登録お願いします。今回はあなたが夢見る高級車レクサスを手に入れる具体的な方法についてお話しします。そうなんです。洗練されたデザイン、快適な乗り心地、そして最先端のテクノロジーを誇るレクサスです。しかしレクサスと聞くと多くの方がですね、どうせ自分には手が届かないと思って諦めてませんか？実はそんなことないんです。今回の動画では平均的収入世帯でも夢のレクサスを手に入れることができる唯一無二の方法を大公開します。私たち夫婦は実際ですね、この方法でレクサス NX を購入してます。お金がないからと諦めていた方も、これを見ればレクサスの納車式を体験できるかもしれないですよ。今回お伝えする方法は確かに実行できる方は少数かもしれないですが、実行できるのであれば確実に欲しかった車が手に入ると思います。無理なローンを組んだり販売店の話術に乗せられ残クレで購入してしまうより、確実に再現性が高くより現実的な手法だと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは具体的な手法に入っていきたいと思います。その前にこれだけは皆さんにお伝えしておこうかと思います。当たり前ですが500万円の車を購入するには当然現金で500万円必要ですよね。今手元に500万円ないにもかかわらず、それでもその500万の車を購入したいのであればローンですとか残クレを利用して余計にお金を払って借金をして購入するしかないですよね。そうなんです。当たり前ですが500万の車が300万で手に入るとか、そんな美味しい話はどこにもありません。これが現実です。何かを得るためにはそれ相応の対価が必要となります。等価交換ですよね。そういえば鋼の錬金術師でもそんな名言ありましたよね。あれもこれも簡単に手に入るほど世の中甘くないということですね。ですが耐え抜いた先に憧れだった車に乗ることができるのであればどうでしょうか？頑張れるんじゃないでしょうか。この前提を踏まえた上でですね、僕みたいな社畜サラリーマン夫婦が現金一括で新車レクサス NX を購入できた方法をお伝えしようと思います。我が家がやった車の資金作り方法一つ目になるんですが、至って単純な考えです。車を2台所有している世帯の方は1台にしてしまいましょうということです。とは言ってもですね、急にそんなこと言ったって車を1台にしてしまったらどうやってね仕事に行けばいいんだよとか、うちはまだ子供が小さくて車がないと困るんだよおっしゃる方もいると思います。もちろんそうですよね。中にはご主人と奥さん1台ずつないと我が家は困ると、そうおっしゃる方も見えると思います。私たち夫婦も初めはそうでした。お互いに車を所有していました。通勤手段に車がないとどうにもならなかったからです。じゃあ実際のところ私たちはどうしたかというと、お互いに自宅から近い職場に転職しました。僕は会社まで車で10分弱、妻は車で5分のところに転職しました。この距離であれば原付ですとか自転車、最悪徒歩でも通うことできますよね。もちろんですね、給料はなるべく下がらないように配慮しながら転職活動をしました。こうすることによって軽自動車1台分の費用とその維持費が節約できます。維持費に至っては今後ずっと節約できることとなります。アパートやマンションの方ですと駐車場代もねずっと浮くことになります。また会社までが近いと漏れなく QOL も爆上がりします。浮いた時間を違う余暇活動として使うことができるからですね。そしてその分浮いたお金を残りの1台に集約させることにしました。仮にですよ、私が450万の車を購入する。妻は自分で250万の車を購入する。2人合わせて700万の支出です。これを車1台に集約することによって、私一人では450万の車にしか本来手が届かなかったところが、予算700万円の車まで購入することができるようになるわけです。憧れだった高級車を手にできただけでなく、軽自動車1台分の維持費が今後ずっと節約できるようになりました。しかし、この方法は夫婦でしっかりと話し合うことが必要です。我が家では今後も車1台体制で行くと決めています。子供が生まれた時は僕が原付で仕事に行くこととなっています。車が1台しかないと何かと不便じゃないかと思うかもしれないですが、実際そんなことはありません。
通勤手段さえどうにかしてしまえば、それ以外で車は絶対2台ないと困るっていう場面ってあんまりないもんなんですよ。普段からお互いにスケジュール確認してれば、相手が車を使う日時も把握できますし、我が家の方は全く問題なく減車に成功しました。確かにこの方法が実行に移せる方は限定されているかと思います。しかし、もし実行できれば高確率で高級車にも手が届くようになると思います。独り身の方ですとか減車することが困難な方は申し訳ないんですけど、この後お伝えする方法を地道にやっていくか、収入を上げていく方法しかありません。もしくはですね、ローンや残クレなど金利を多く払って購入する方法しかないと思います。残酷な現実ですが、それは仕方がないことだと思います。冒頭にもお伝えしましたが、何かを得るためにはそれ相応の対価が必要となるんですよね。私たちみたいな一般的なサラリーマンが高級車レクサスを購入するためには、自分たちもそれ相応の努力や我慢をしなければ手にすることは難しいということです。それが現実なんですよね。それが嫌なら予算内の車を購入して我慢するか、自分たちの収入を上げていくか、そのどちらしかないというふうに僕は思ってます。しかし、この動画をご覧になっているということは、自分もいつかは高級車に乗りたいといった思いがね、少なからずあったからこそ、ここまで動画を見てくれてるんだと思います。ここまで見てくださりありがとうございます。ですので、そこまでの車好きであれば、絶対に行動に移せることも一つはあるかと思いますので、今一度一緒に考えてみましょう。我が家がやった車の資金作り方法2つ目になるんですが、それは固定費の見直しと次の車の購入資金を効率的に積み立てるということです。このあたりはまあまあ王道かなと思います。我が家はちまちました節約は嫌いなので、基本は固定費のみ見直しを行いました。携帯料金プランですとか各種保険、サブスク、このあたりの料金プランを徹底的に見直して少しでも貯蓄できる額が増えるようにしました。そしてそれ以外にも夫婦お互いに積み立て NISA ですとかiDeCo、あの制度が始まったあたりからすぐに投資も始めました。銀行に預けていても全く増えていかないからですね。ですので、その銀行に預けていた使っていなかった預金の一部はもうごそっとですね、運用した方がいいんじゃないかと思ってお互いに運用し始めました。個人的にはですね、この運用が結構大きかったかなと思います。運用して約3年後にはお互い合わせて300万ほどの利益が出ていました。実際これのおかげで車の購入資金が貯まったと言っても過言ではありません。運用銘柄は全てインデックスファンドとなってます。このあたりはですね、要望があれば公開していこうかなと思います。こういった方法は知っているか知っていないか、実際に行動しているかしてないか、それだけでここまでの差が出てしまう部分です。一度運用してしまえば、あとはほっとくだけ、地道に積み立て投資を続けるのみです。銀行に預金を置いておくだけですと預金額は全く変わりません。しかし運用すれば数年後にはこんなにも大きなお金となって返ってきてくれるんですよね。もうやらない手はないと思いませんか？といった方法が私たち一般的なサラリーマンがレクサス NX を現金一括購入できた秘訣となります。この方法は全ての方ができるわけではないですが、今回の動画で少しでも参考になったと思ってくれたら何よりです。中にはそこまでして別に高級車に乗りたいと思わん。車にそこまでお金をかける意味が私にはわからない。こんな方法は日頃からやってます。そう思われる方もいるかと思います。もしそう思われたのでしたら、ごめんなさい。申し訳なかったです。このまま動画を閉じてもらって構いません。今回の動画はですね、私たち夫婦も普段から当たり前に思っていた固定観念、お互いに車がないと生活できないというそういった価値観がよく話し合って、それを実際行動に移してみたら結果どうにかなったし、なんなら休みの日はレクサスでお出かけできるようになったんだねといった感じで、特にね日頃からめちゃくちゃ我慢したり節約したりしなくても、なんなら平均的な収入の方でもやり方次第ではちゃんとレクサスに乗れるんだということが分かったんで、だったらそれをできるだけ多くの方にこの手法を知ってほしい、その思いでこの動画を作りました。僕も数年前まではレクサスなんて絶対乗れる車ではないって思ってました。
でも実際は違いました。やり方次第では実現可能なんです。そのやり方は人それぞれだと思います。今回紹介した方法はあくまで一例に過ぎません。自分なりの方法で真似できることは真似していただいて、ぜひ乗りたかった車を手にしてください。ちなみに私たちの NX は毎年の自動車税はかかっていません。それはなぜかというと、祖母通院用の福祉車両として登録してあるので、減免車両扱いとなっているからです。このようにですね、今ある使える制度をなるべく活用することによって、現在支出している維持コスト、それすらも減らすことが可能なんですよね。ですので、使える制度はどんどん活用していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはレクサス関連の情報を自由気ままに配信しております。ぜひチャンネル登録して応援してもらえると私たち夫婦も嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。明日もお仕事を頑張りましょうね。僕も頑張ります。